蜂の社会構造とコミュニケーション。イントロダクション。蜂の社会構造とコミュニケーションは非常に複雑で、人間の社会と多くの共通点を持っています。しかし、これらの事実は一見して理解するのが難しいかもしれません。そこで、この動画ではわかりやすく解説するために、ずんだもんと四国メタンの対話形式で進めていきます。蜂の社会構造。蜂の社会は女王蜂、働き蜂、そして雄蜂から成り立っているの。女王蜂は巣の中で卵を産んで、働き蜂は巣を守って食物を集めて巣をきれいにする役割があるの。ほう、それぞれの役割はどうやって決まるのだ？それは蜂の社会の中で自然に決まるの。一部の蜂は巣を作って、他の蜂は食物を集めて、また別の蜂は新たに卵を産むの。それぞれが自分の役割を理解して協力して巣を運営していくのよ。でも、お蜂は何をするのだ？お蜂の主な役割は新しい女王蜂と交尾することよ。交尾後、お蜂は死んでしまうの。それってちょっと悲しいのだ。でも、それが蜂の社会のルールなのだな。蜂のコミュニケーション。蜂はとても高度なコミュニケーションを持っているの。彼らは複雑なフェロモンと振動を使って情報を伝えるのよ。フェロモンと振動って何を伝えるのだ？フェロモンは化学物質で、蜂たちはこれを使って種々の情報を伝えるの。例えば、食物源の場所、巣の安全性、そして女王蜂の健康状態などを伝えるの。それから、振動は蜂にとって大事なコミュニケーション手段で、食物源の位置や距離を伝えるのに使われるのよ。蜂はどうやってフェロモンを感じ取るのだ？蜂は触覚を使ってフェロモンを感じ取るの。触覚はとても敏感で、微量のフェロモンでも感知することができるのよ。蜂と人間の関係。蜂と人間は共生関係にあるの。蜂は花の受粉を助けて、人間は蜂から蜂蜜を得るの。だから、蜂を守ることは自然全体を守ることにつながるのよ。なるほど。蜂は自然界の大切なパートナーなのだな。でも、蜂がいなくなったらどうなるのだ？蜂がいなくなると、花の受粉がうまくいかなくなって、植物の種子が作られなくなるの。つまり、多くの植物が絶滅の危機に瀕するということなの。それから、それは食物連鎖全体に影響を与えて、最終的には人間にも影響を及ぼすわね。うわ、それは大変なのだ。だから、蜂を守ることが大切なのだな。まとめ。蜂の社会構造とコミュニケーションは非常に複雑で、人間の社会と多くの共通点を持っています。また、蜂と人間は共生関係にあり、蜂を守ることは自然全体を守ることにつながります。この動画を見て、蜂の重要性とその複雑な社会と、コミュニケーションについて新たな視点を得られたことを、願っています。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。